今回は春間近な雪山を描いてみました。ポイントはですね、残雪の表現、それに伴う筆の動かし方ですね。ここがポイントだと思います。また山ひだの描き方、そして山頂を表現する時の刷毛の動かし方、この辺がポイントだと思います。やってみましょう。彫木は三木法で、いきます。筆の穂先を割って逆筆を使って、描いていきます。今描いてるのは雪解けで山のひだが少し見え始めている、そんな状態を描いています。穂先を割って運筆していきますが、筆を浮かし気味にランダムな点が出るように動かしていきます。点の集合体が一つの塊として考えて、大きな塊、そして中ぐらいの塊、そして小さな塊と、これらを規則に配置できるように描いていきましょう。山ひだの斜面に沿った点を打つように心がけます。彫木が薄くなってきたところで脇の峰を描いていくと濃淡の感じが良くなると思います。斜面の表現ですね。手前の峰を描いています。細部の調節をしています。刷毛は肩ぼかしに彫刻しますね。試し書きをして彫刻を確認しています。刷毛を反対にして薄いところと薄いところをぼかし合わせしますね。
新聞紙で余分な水分を取って水分を均一にします。刷毛を肩ぼかしに重墨してひだの陰影を描いていきます。向かって右側の斜面に陰影を入れていくと描きやすいと思います。近景の峰の木のアンジュレーションですね。細部の陰影を足して微調節をします。はい、完成です。残雪ですね。ポイントはですね、逆筆です。順筆ではなく、穂先をばらして逆筆を使ってランダムな筆跡を期待しながら鉛筆をしていきます。大事な要素は3つの塊を意識することです。大きな塊、中ぐらいの塊、ちっちゃな塊ですね。そしてその間に余白、白場を意識して描いています。実際の筆跡はですね、できるだけランダムになるように筆先を少し一面から浮かし気味に鉛筆していきます。穂先が返りますね。こう返ってこう跳ねる。そんなような筆の動かし方を意識して描いていきます。そして、大きな点、ちっちゃな点、ね、この辺も大事な意識だと思います。で、大きな間を設けるということですね。それから薄くなってきた墨色をいかにこう使うかということでしょうか。今度は産地を決めていきます。刷毛を使いまして肩ぼかし、薄い方の端の方から入って徐々に濃い方にシフトしながら山頂を描いていきます。で、最後にぼかしですね。一旦締めを濡らしまして、で新聞紙で水分を取って、刷毛をやっぱり肩ぼかしで陰影を描きながら立体感を出していきます。光の当たっている方向を意識して影になる部分に影を入れていきます。柔らかな雪の質感を出すために薄いアンジュレーションを入れて完成です。皆さんも頑張りましょう。